皆さんこんにちは。皆さんは車を所有してますか？新車は欲しいけど、値上がりについていけますか？軽自動車でも200万円を超える価格が珍しくなくなってきた。軽自動車だけではない。輸入車も国産車も昨今、軒並み価格が上昇している。車の価格は10年前と比べて、どれくらい高くなっているのか、代表例を挙げてみよう。ベーシックカーとして、トヨタヤリスと13年前のビッツ2世代前を比較してみると、ヤリスのガソリンエンジン、FF 前輪駆動では中心となるグレード X の 1.5L 車は185万7000円だ。それに対してビッツは 1.3L の U が141万2000円と44万5000円の安い。3割も価格が上昇しているのも驚きだが、ベーシックカーの中間グレードが185万円もするのはかなり高い印象だ。ヤリスのベースグレードは 1L エンジンの XB パッケージからだが、これでも139万5000円とビッツ X の107万1000円と比べてやはりほぼ3割値段が上昇している。しかもカタログ燃費の計測方法が変わっていることもあるが、実質的に燃費はほとんど変わっていない。ヤリスの 1L 車は企業用として利用されることが多い車種だ。価格上昇は企業の必要経費が増えることで利益を圧迫することになるから嬉しい話ではない。それでも営業車が老朽化して外出先で立ち往生などしようものなら、営業機会の損失の方が大きくなる。一定のサイクルで営業車を入れ替えざるを得ないのだ。人気のミニバンでも比較してみると、トヨタのX8 人乗りFF では現行モデルが267万円であるのに対し、10年前のドングレードは209万円。やはり3割近く価格が上昇している。前述のヤリスを車用車として使う企業の事情と同じことは一般ユーザーにも言える。車検整備に多額の部品交換費用をかけるくらいなら、新型車に買い替えて高い信頼性と先進性を確保したいという心理が働くことになる。だが気になるのは価格上昇の理由だ。車両価格を設定するのは自動車メーカーの自由としても、従来車種やライバルメーカーの車両に比べて価格に見合った内容でなければユーザーには受け入れられない。また価格が上昇すればライバルメーカーの車両と比べて売りにくくなるという側面も販売店側には生じるのではないだろうか。装備が豪華になる一方の高級車は当然としてミニバンや SUV でもここ10年で価格が上昇しているのはやはり理由があるのだ。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。車の価格が上がるのは初版の事情を考えると仕方ないにせよ、カー側の手取りはあまり伸びておらず横ばいなので相対的に高くなったと感じるのではないのでしょうか。昔は10年過ぎると車検のタイミングで買い替えを見越していたと思うのですが、今は整備して少しでも長く乗るつもりでいます。メーカーではないけど自動車関係で働いていました。値上げの嵐の中企業努力でこの程度に抑えているのはすごいと思う反面、メーカー本体の社員の給料は高すぎると思いますね。もらえる人とそうでない人の差はもっとつけても良いと思います。車も不要なものまで標準装備にして値上げの根拠にしないで、装備が充実している高価格帯と質素な装備の低価格帯で選択肢を作ってほしいなとは思います。昔は車購入の際、販売店に価格交渉をすると車によっても違うけど30万から40万くらい値引きをしてもらっていた。現在は交渉してもよくて本体車両価格の1割程度、200万の車なら20万円。この前軽自動車を購入して5万値引きでした。販売店も強気でまだ安い価格を希望なら他の店に行ってくださいと言わんばかりです。店側も利益が欲しいのでしょうけど、少しでも安く買おうと思っても難しい時代になってます。最近の自動車価格の高騰は少し異常な気がします。以前は10年ぐらいで買い替えていましたが、もう買い替えずにそのまま乗り続けるつもりです。13年経過で自動車税が上がる時が次の買い替えの判断になりますが、今の日本の車は丁寧に乗っていれば故障も少なく部品の交換も比較的安くて済むので、行けるところまで行こうと思ってます。車の安全性を含めたテクノロジーは向上している。でも価格が高く、多くの人は新車を買い替えていない。新車販売台数が少ないということは、今後中古車の流通量も減少することが予想され、中古車も低都市式や小走行車は高額になる。つまり庶民は今後いい車に乗るのはかなりハードルが上がる。一方で初年度登録から13年経過の重加算税は継続されており、庶民はただただ負担だけが増える。3年を機に新車を買えるとか、アルベルやランクルばかり乗り換え続けるみたいなことはできなくなり、修理しながら長く乗るかランクダウンせざるを得ないことになるだろう。かつては若者も含めていい車に乗ることが働く原動力になった人もたくさんいると思うが、今は車は単なる散財。乗りたくても乗れなきゃ。テクノロジー向上が人々
少なくとも日本人の生活向上につながっていない残念すぎる時代だと思う。車が高く感じるのは、この数十年、給料手取りがさほど変わってないから、企業側は給料を上げていると主張するが、結局、社会保障費がそれ以上に上がっており、手取りはむしろ下がっているような状況です。欲しい車にはなかなか手が届かず、どうしても欲しければ、私たちは多額のローンか、サブスクなどのリスクが高い購入方法を取るしかない。一方で、300万円近い薬が発売され、その薬が使われることになれば、高齢者は1割負担、さらに高額療養者制度により290万近くが社会保障費として賄われることになります。少し理不尽さを感じますね。2014年にワンボックスカーを購入した時は込み込みでトータル300万。自分にしてはかなり思い切った買い物でした。それに当時は300万出せばそこそこ選択肢はありました。今年になって車に不具合が生じて買い替えることにしましたが、今や普通乗用車はカローラでも300万スタート。もう車にそこまで費やせないので、自分一人なら何でも良いと思い商用版のプロボックスを購入しました。ハイブリッドで後部座席もペラペラではない F グレードにして、オプションでシートヒーターもつけましたが、それでも込み込みで200万程度だったので満足しています。まあ価格もそうですが、趣味でタフにガシガシ使える車が欲しかったというのも決め手でした。全般的に貧しくなってきて、同じ車でもサイズダウン、排気量ダウンっていわゆるクラスを引き下げて対応している人が増えているってことはないだろうか。私も昔は3000ターボエンジンの車に乗っていたが、その後1800セダン、今は1500コンパクトカー、多分次は軽かもしれない。車の値段が上がっているから、自分が買える車もどんどん減っている気がするよ。というか自動車メーカーも車種も統合されてだんだん減ってきているような、グローバルな競争で売れる車種だけを製造販売、グレードも絞って効率化。行き着く先は、庶民は車を持てない世界が待っているのかもしれない。海外の旅行番組などを見るとき、車好きの自分は街中を走っている車に注目して見ているが、国の経済状況がよく反映されていると思う。ヨーロッパでも西や北の方では、高級車や最新型の EV などが当たり前のように走っているが、東欧に行くと違っていて、古い車や傷汚れを放置した車が目立つ。最近の日本では新車の売れ行きが鈍り、車の使用期間が年々伸びているとのことだが、これも同様で国の経済状況をよく表していると思う。この値上がりは買う側も少し高くても買ってしまうことにある。車のメインユーザーは50前後に移ってきており、そろそろいい年齢だしとか、長いこと乗るし安全な方がとか、昔に比べれば断然良くなってます。営業トークにやられてるのでしょう。特にトヨタユーザーはトヨタ以外を比べないことが多いので、値下げ圧力が低い傾向があると思います。逆に私の周りで給料が上がらなくてとか、高くなって買うほどの魅力を感じなくなったみたいな3040代くらいの人たちはカーシェアのようなサービスに走っている人が増えてますね。あと15年もしたら国内市場はかなりまずいことになりそうな気がしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。